さんはポケモンユナイトで相棒は決まってますか？新しいポケモンが出たから使ってみよう。あれ？思ったより楽しいぞ。そう思って簡単に相棒を切り替えたりしていませんか？パート1でのこと忘れちゃってるのかな？今まで共に戦ってきたパートナーと、これからも共に精進していく、そういうのが大切ではないのかと私は思うんです。それで、今日使うポケモンは？私の唯一無二の相棒、カメックスです。お前使うの初めてだろうが。ではカメックスの特徴をさらっと紹介していきましょう。こちらのカメックス、なんとディフェンス型になっております。いや見たまんまだから想像通りなんだよね。仲間のサポートに特化したポケモンとか思ってたんですけども、火力が高いゴリゴリのアタッカーだったんですね。珍しくディフェンス型使ってんなと思ったらそういうことだったのか。というわけで耐久力の高いアタッカーとなっております。基本の攻撃は遠隔になっていて、3回目が強化攻撃となっております。その辺は他のポケモンとあんまり変わりないわね。強化攻撃は敵にダメージを与えて移動速度を低下させる効果が、さらにプラスで技の待機時間が1秒短縮されます。なんとお得なんでしょう。しかも貫通攻撃なので複数の敵に同時に攻撃することができます。優秀すぎやしませんか？もともと技の待機時間が長めに設定してあるので、技を使った後はガンガン通常攻撃を当てるようにしましょう。技の紹介をはよはよ。最初に水鉄砲の説明から、この技は相手を突き飛ばしながら移動速度を低下させる遠距離技となってます。こちらも貫通して複数の敵に当てることができます。移動速度低下はなかなか厄介だよな。また自分との距離が近い状態で発動すると敵をより遠くに突き飛ばすことができます。あ、ちなみに威力は変わんないよ。83を自陣側に突き飛ばしたりすると良い感じな気がするわ。そうですそうです。続きましてロケット頭突きについてです。ロケット頭突きは指定した方向に移動しぶつかったポケモンを行動不能にします。ダメージ自体はそんなに多くないので野生ポケモンのラストヒットを狙うのはおすすめできないです。相手のポケモンへの行動不能目的で使えばいいわけね。仲間が多い時にバンバン使っていきましょう。また壁抜けもすることができるらしいです。当然私はこの時知りませんでしたけども、まだレベル3なのか？何をダラダラやってんだぜ。いや思うように野生ポケモン倒せなくって。3進化するポケモンは序盤かなり弱かったわよね。そりゃもう全然役に立たないですよ。なんとかして83だけでもむしり取りたいんですが。そう世の中うまくはいかないと。そうなんですよね。ここもだいぶ取られちゃいましたわ。相手のゼニガメだけでも落としておきたいな。カメックスになってしまったら倒すの大変になるので、できるだけレベル上げを妨害しておきたいのですが。なんとか倒せたわね。あわよくば岩パレスも。って逃げられますよね。あいつディフェンス型のくせにスピード型より移動速度速いの腹立つんですけど。こっちには敵を凍らせるアロ級、そして回復の私らが、最後に火力のカメックス。まだゼニガメだからそんなに火力でねえだろうが。なんとかゴリ押しでいけましたね。レベルが5に上がったので新しい技を覚えましょう。潮吹きを選択します。潮吹きは範囲を指定してその範囲内のポケモンにダメージを与えます。ピカチュウの雷みたいな感じね。そしてまた移動速度低下の効果があります。全部当てた時のダメージはまあまあ高いですが難易度が高くなっちゃいます。ハイドロポンプの方はどんな感じの技なの？ハイドロポンプの方は水鉄砲を強化したような技になってます。これも近くから当てた方がより遠くまで突き飛ばせます。ちなみに最大3ヒットになっていて射程ギリギリで当てると1ヒット。射程の半分以下の距離で当てると3ヒットして敵に与えるダメージを増やすことができます。説明聞いた感じハイドロポンプの方が使い勝手がいい気がするんだが。まあ単体だったらそうなんですけどもね。レベルが7になった時に覚える高速スピンと組み合わせることによってとんでもない火力を出せるようになるんですよ。てなわけでレベルが上がるまで少しスキップしますね。さあやっとこさレベルが7になりました。その間に1回倒されたり金を奪われた模様。さあ技の説明を。高速スピンは甲羅に潜って回転する技なのですが色々な効果を持ってるんですよね。そう今相手がやってくれてますね。レベル3からこのままやられちゃいそうね。お疲れ様。ところがどっこいここは自陣ゴール回復したりできますし、ユナイト技やめてください痛いです。下から岩パレスも来てるよ。お疲れ様でしたなーむ。どうして皆さんはそう簡単に諦めてしまうのでしょうか？どうにもならない状況だからな。ここでアロ級と協力して。アロ級と化されちゃいました。しょうがない。ではエースバーンと協力して。協力するとか言いながらどこに進んでるんですか？いやもうあれは無理でしょう。おとなしくレベル上げでもしておきます。速攻で諦めやがったな。さっきの高速スピンの説明をしていきますね。さっきはそれどころじゃなかったもんね。説明には書かれていなかったんですけども回転している間は妨害無効がついてます。ってことは前回私がやってたククリンの歌うが効かないってわけね。そういうことです。あと相手の減速エリアでも減速なしで移動することができます。また回転し始めた時にもう一つの技の待機時間を例にしてくれます。今回の場合だと潮吹きの待機時間がなくなるのね。なので潮吹きを使ってから高速スピンを使うように気をつけてます。また高速スピン中に通常攻撃や技を使うと自分中心の範囲攻撃に切り替わります。確かに潮吹きの攻撃パターンが変わってるわね。なので敵の集団に高速スピンで突っ込んで技とか通常攻撃を連打することでかなりのダメージを稼ぐことができます。私はダメージを出したかったので潮吹きを選択しましたが、妨害しながら攻撃したいならハイドロポンプを選択するようにしましょう。全然ディフェンス型とは思えない火力だよね。もう一つの技は波乗りなんですがこいつもかなりいやらしい技なんですよね。このゲームの波乗り自体がかなり強力だよな。波乗りは相手ポケモンにダメージを与えながら行動不能にして遠くまで運ぶことができます。プラスになると命中時にシールドがつくようになります。こっちもだいぶ強い技になってるのね。波乗りは
敵を倒すというよりは行動不能と運搬を利用して敵の進行を防いだり逃げる敵を仲間の方へ追いやる時に使ったりします。ちなみに行動不能時間は 1.5 秒とかなり長めなんですよね。じゃあ仲間の援護したい時は波乗りプラスハイドロポンプ。ガンガン火力で敵を倒したい人は高速スピンプラス潮吹きって感じね。そうです。私は援護なんてやってられないので火力型の方にしました。そんなこんなで亀2回目取られてるが大丈夫か？勝つのは私です。サンダーはいただく予定なので問題なしです。とはいえ本当にサンダー取らないと負けてしまうわよ。上のロトムもこっち取れていないみたいだし。さて上の方に行って敵のゴールでも破壊しに行くとしますか。いややっぱり下のイワパレスを倒してからにしましょう。優柔不断だな。黙らっしゃい。さあどちらが最強のディフェンス型かを決めようではないか。必ず殺すと書いて必殺の高速しおき。最大火力タイム終わりました。おい倒しきれてねえじゃねえか。しょうがなくないですか？仮にも相手は私と同じディフェンス型なんですよ。無駄に耐久力が高いんですよ全く。結局ゴールも決められて逃げられてるじゃないですか。狙いをアブソルに変更しただけです。私は優しいから逃がしてあげたのです。なんとまあ見苦しい言い訳を。さあユナイト技の説明をしていきますね。あ、こいつ話そらしやがったな。カメックスのユナイト技はハイドロ台風。使用すると自分にシールドがつき、周囲の敵に大ダメージを与えることができます。さらに上に打ち上げてくれるんですね。方向指定とかがないからエイム力がなくても問題ないわけね。しかもこのシールドは通常のユナイト技のものに加えてシールドが付与されるので耐久力がかなり上昇します。まさにディフェンス型って感じのユナイト技ね。と思うじゃないですか。このユナイト技ダメージ量もかなり高く、打ち上げの高速時間も長めなので戦況を打開するのにも使える非常に優秀なユナイト技なんですよ。どうして同じ御三家でも不思議花やリザードンとここまでの差ができてしまうのだろうか。使うタイミングとしてはですね、サンダーやカジリガメの周りで戦っている時に使うことで敵を行動不能にしながら大ダメージを与えられます。そのままラストヒット狙いにも使えるしね。まあそんなにうまく使えてるところは見た記憶がないんですけどもね。さあクリンの歌うなんかつきませんよ。あ、高速スピン発動させるの忘れてた。しっかり眠らされてるじゃないか。倒されなければ大きな問題ではないのだよマリサくん。まあゴールにいるだけで相手は手に入れにくいからね。さて敵を追い返したのはいいがどうしたものか。上ゴールは全部破壊されてて下も1個破壊。対してこっちは下のゴールしか破壊できてないからね。あと5秒でサンダー出てくるな。これ取り損ねたらほぼほぼ負けが決まるぞ。ならサンダーを奪い取って華麗な逆転劇をお見せいたしましょう。案の定かなり苦しい戦いなわけか。それは分かりきってたことだしね。てかあれこの曲って確か。そうです。当チャンネルの勝利確定 BGM であります。はぁ、何言ってんだお前は。そうよ私の時負けたじゃないの。詳しくはパート2を見てみてね。おい露骨な宣伝やめなさい。ではまず我がチームを勝利へと導くために中央へ向かいます。敵さんしっかりすでに集まってしまってるが、大丈夫です。まだサンダーの体力はしっかり残ってますから、まずは付近の敵を一掃してしまいましょうかね。そう簡単に倒せたら苦労しないわよ。敵のスピンに合わせてこちらもスピンを発動。体力も私の方が多いですし、ゴリ押していきましょう。縦に分かれたわよ。どっちを狙うの？カメックスの方を追ってこんなところにククリンが隠れてましたね。想定外です。やられちゃいそうなのでユナイト技発動。サンダー倒しきりたかったんですけど少し残っちゃいましたね。でもイワパレスとカメックス倒せたのでククリンさえ抑えていれば。あ、仲間が倒してくれたわね。ではレイム軍。全軍突撃です。敵のたくさん残ってるゴール2点をぶち込みに行きましょう。いい感じにみんなばらけてくれたね。みんな道中で倒されないかが心配ですが敵も3人落ちてる状況。50点持ってる組はぶち込みきれそうですね。てなわけで下の第2ゴール破壊完了。ゴールの数見た感じ多分逆転したな。今度はこちら側がリードしているようですね。とはいえまだポイント持ってる敵がゴール決めてきたらまだわからないわよ。左下に敵のファイアローがいるようですが間に合いそうにないですね。さっきゴール決めた時にそのままホームに戻っておくべきだったね。いやー、まあその通りなんですが、今回の試合あまりキル取れてないからキル数稼いでおったってですね。このゲームキル数はそんなに大事ではないだろ。ポイント取った方が勝ちだし。その通りなんですけどリザルト画面見て、俺強ってドヤ顔したいじゃないですか。精神年齢小学生とかなのかな？小学生なので問題ないですね。さてまたファイアローが攻めてきてますね。アロキューと協力して防衛しましょう。あ、ラストヒットは私が取りたいから譲ってくれると嬉しいんですけど、こんな画力の塊みたいなのが味方だなんてかわいそうに。さてもう多分敵は攻めてこないかな。さすがですフラグの回収が早いね。あの移動速度最速のクソヤドカリメが、こら言葉遣いが良くないですよ。ほほほほ。てか思ったより敵が攻めてきてびっくりだわ。コンサンダー取られて逆転されたら降参投票する味方が多かったりするからな。たまに金取られただけで降参しようとしたりする人いるよね。私がいる限りゴールは決めさせんぞ。さすがにこの人数差じゃ厳しいからね。はい、防衛完了。勝利の女神は私に微笑んだようだ。お、本当に勝ってるわ。これは MVP はいただきましたね。皆さんこのレイムさんの活躍に感謝したまえ。あれでも今回の試合キル数も少ないしゴールもそんなに決めてなかったよね。ポイントたくさん入れた人が MVP 取ってるイメージがあるわ。はぁ、サンダー仕留めてくれたアロキューが MVP 妥当だな。納得がいかない。いやーやっとカメックス追加されましたね。1週間前の話だがな。他の御三家は初期から登場してたのに。サーナイトやハピナスに先を越される始末。だがしかしヒーローは遅れて登場するというもの。しっかりと強い状態で参戦してくれました。感謝です。感謝の1日1万回潮吹きです。脱水症状になりそうだな。まだまだどんな風に動いたらいいのかわからないので、コメントでアドバイスなどしていただけると嬉しいです。そのままチャンネル登録高評価もお願いします。はい、てなわけでご視聴ありがとうございました。